皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の主張が国際的な機関において退けられたという話題を取り上げていきます。この話題というのは、日本海という呼称があるのですが、これは国際的にも認められた海域の名前です。しかし、韓国は日本海という単独表記が許されないという主張を行い、東の海、トンヘという名前を表記すべきだという主張を行っていました。しかし、この主張というものが国際的な機関において盛り込まれなかったというのが今回の話題です。しかし、このニュースで注目すべきなのは、日本側で伝えられている報道内容と韓国側で伝えられている内容というものの解釈が全く異なっているという点です。日本側では韓国側の主張が退けられたよと表現されるわけですが、一方で韓国側は全く別の解釈を行って報道しています。それが一体どれだけ滑稽なものなのか、今回は解説もしていきましょう。というわけで、まずは報道として何があったのか、日本側の報道と韓国側の報道を連続してどうぞ。海図の日本海表記継続へ、国際機関指針、韓国要求の東海兵器なし。韓国が日本海の呼称に東海、トンヘの兵器などを求めている問題について、国際水路機関 IHO の総会は17日未明、日本海と単独表記する指針の継続を暫定承認した。各海域を名称ではなく、数字で表記するデジタル版の海図を新たに作成する方針も合わせて暫定承認とした。オンライン形式による総会は、16から18日の日程で開催され、IHO の事務局長案として、日本海単独表記の指針継続と、デジタル版海図の作成が提案された。総会は出席国による全会一致が原則で、日本政府関係者によると、韓国を含め加盟国から明確な反対は出なかった。IHO が総会の報告書を月内にまとめ、正式に承認される。IHO は、各国が公式の海図を作成する際に参考にする指針、太陽と海の境界を作成している。指針には、各海域の名称が記載されており、日本海の海域は1928年の初版から現行版の第3版までジャパンシーと記され、日本海単独表記の根拠の一つとなっている。ここまでが日本で伝えられている内容です。一方、韓国側では同じことについてどのように伝えているか見ていきましょう。連合ニュースより、IHO が海域名称を数字表記へ、日本海主張の根拠消えることに。世界の海の名称の指針を定める IHO は16日にテレビ会議形式で総会を開き、世界各国が海図を作成する際の指針とする IHO 観光の図示、太陽と海の境界の改訂版を導入することにし、出席国は各海域を名称ではなく数字で表記することに同意した。韓国外交部が17日伝えた。日本は今後 IHO の表記を根拠に東海を日本海だと主張するのは難しくなりそうだ。太陽と海の境界は1929年の初版から53年に刊行された現行の第3版まで東海を日本海と単独表記している。これに対し韓国は97年から東海と日本海を併記するよう主張し続け、2017年4月の IH 総会を機に韓国、北朝鮮と日本は非公式協議を始めた。だが合意には至らず、IHO は数字表記を提案することで折り合いをつけようとした。また、IHO は現行版について出版物でだけ公開する方針を固めたようだ。外交部関係者は IHO 事務局長の報告書による提案で、アナログからデジタル時代への歴史的な変遷を示すため、現行版は既存の出版物のみで公開する点を明確にした。今後、現行版は制作されないと伝えた。IHO は総会の結果を加盟国に回覧し、12月1日付で正式に発表する予定。一方、読売新聞は、日本海と単独表記する指針の継続が総会で暫定承認されたと報じた。名称でなく、数字で表記するデジタル版海図を新たに作成する方針が暫定承認されたとも伝えたが、あくまで新たなデジタル版よりもアナログの現行版に重きを置く論調だった。これに関し韓国外交部の当局者は、日本側の日本海単独表記が維持されるとの報道は事実と異なると反発した。そもそも論として韓国側の主張が一体どれだけおかしなものかについても再確認しましょう。そもそも韓国側は東の海としてこの日本海という表記をやめさせるべきだと主張しているわけですが、東の海と書いた時点でそれぞれの国にとって東の海はそれぞれ異なってきます。例えばアメリカ大陸から見た東側と見ればそれは大西洋であり、スウェーデンやノルウェーから見ての東の海といえばバルト海にあたります。
また中国から見て西の海といえば黄海なども当たりますし、またアフリカ大陸の国から見たらインド洋が東の海に当たります。このように東海と書いて特定の地域をすぐに連想させることは非常に難しいのです。このような点は韓国側がいかに自国中心主義で世界的な視野を持っていないか、そういったことを表す非常に分かりやすい例だと言えるでしょう。そしてもう一押しするならば、これが一体どれだけ馬鹿げた主張なのかというのは日本に置き換えてみればすぐに分かります。例えば日本にとって東の海は太平洋なわけですから、我々にとってこの太平洋という表記は許さない、これは東の海へと表記を変えるべきだともしも主張したら、世界各国はきっとこう思うでしょう。ああ、日本は一体なんてバカなことを言ってるんだと。そしてそのようなことが今まさに韓国が実際に行っていることなのです。ただしここで注意しなければならないのは、権利を主張すること、それ自体は別に世界各国は否定はしません。ですから韓国側が主張しているんだ、ああなんか言ってるなということについて別にバカにしているわけではありません。ただし認めるはずがないというのは皆さんもすぐにわかることでしょう。そして今回の手続き上においてあくまでも暫定処理されたものであり、この後本決定されたものへと進んでいくわけですが、基本的には大きな変化はないはずです。しかし韓国側ではこの暫定結果というものを覆そうとこの後世界各国へとロビー活動を展開するでしょうから、決して油断できるものではありません。理論的におかしいことであったとしても、ロビー活動によってこれを覆そうとするのが韓国側の一つの行動原理でもあるからです。そうした意味で日本側は韓国の言っていることが理論的に全く間違っているから何もしなくていいよねとのほうずにしているわけにはいきません。日本の外務省は決して気を緩めずに彼らのやっていることに対して注意を払うべきです。ですから日本側としては韓国の言っていることは無茶苦茶だから放っておけばいいという態度ではなく、韓国側がやっていることに対してしっかりと一つ一つ丁寧に対応する必要があります。彼らの目的そのものがそもそも難癖をつけること、それ自体であることを考えれば、日本側が何もしないという選択をすれば、それこそ彼らがつけ込む隙を与えることになります。一方で今回の報道については日本側としては韓国側の主張が退けられたんだという結果として伝えているわけですが、韓国側としては全く違い解釈を行っていることが記事で紹介されていました。それは日本海表示というものがなくなるんだ、我々の大勝利だといったような形で伝えられているわけですが、これはもちろん全くの間違いです。なぜならば日本海の表示というものがなくなって数字に置き換わるデジタル版というのは別に日本海だけの表示が変わるわけではありません。例えば太平洋にしても大西洋にしても地中海にしても、それらの名称ではなく数字に置き換わるというのです。ですから日本海という表示がなくなった万歳としているのは韓国側がいかに滑稽であるかを表しています。さらに言うならば韓国側としては日本海表記がなくなるかのように言っているわけですが、これはあくまでもデジタル版の話で、アナログ版の方ではそもそも表記というものが継続されることから日本側の主張がほぼ満点として認められたと考えるべきでしょう。 IHO が例えば東海という名前を併記すべきだとしたのであれば、それこそ韓国側の外交勝利だったわけですが、そのような事実は全くありません。そのことについては韓国側の報道も認めていることであり、しかし認めていながらも自分たちが勝ったという前提で話を進めるためにデジタル版の話ばかりをことさら強調しているのが現実です。何にしても韓国側としては日本側への難癖をつけるということ、それ自体が一つの目的化しており、その成果については二の次な面があります。ですから報道の段階においては我々が勝ったんだということを言うために、どのような結果であったということについて客観的な事実というものを十分に伝えない傾向があります。日本側としてはこのような動きに対して IHO で認められたんだから東海という兵器をやめさせるという動きを積極的に行うべきでしょう。例えば韓国は民間企業に対して地図表記として東海を併記すべきだという意見を強烈にアピールして自分たちの主張をご利用します。そのために Google などでは韓国政府が言っているんだから無限にすることもできないなという具合にして日本海という表記とともに小さく東海という表記も加えるといった対応をせざるを得ないのでしょう。しかしこのような点に対して韓国政府がそのように強く言うんであれば、日本側もしっかりと同じぐらいの熱量を持って
日本海表記というものを認めさせるよう要求するというのも残念ながらやらなければならないことです。こういったことに関して韓国側と同じレベルに立って行動してはならないという人たちもいるわけですが、そのような声を真に受けて実際に何もしなければ、より声の強く出した側の意見というものが通りやすいのが国際的な常識だと言えます。ですから韓国側が難癖をつけてそれにひるんで要求に屈するような会社が出ることを念頭に置いて、日本側も広く広報し、韓国側の動きに対して対応を細かくやっていかなければならないのが現実なのです。そしてこのような動きを根本的に抑えるためには、韓国側のこのような難癖をつける行動に対してしっかりと注意を行い、このような行動をやめなければ当然のように日本側の態度が悪くなり、彼らに対する優遇措置は全て削除しますよといったような一つ警告を与えるということも日本側の外交として必要なのではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。